皆さんこんにちは。書道家の上平大我です。今回の動画は早くて綺麗な字を書きたい人必見、漢字の部首の崩し方13選というテーマでお話を進めていきたいと思います。早速なんですけれども、今回は13個の漢字の部首、これらを抜粋させていただいております。抜粋の基準といたしましては、よく出てくるもの、汎用性のあるもの、これらを抜粋しております。なおかつですね、崩し方も非常に覚えやすいものばかりですし、こなれた感を出すことができますので、ぜひ一緒にマスターしていきましょう。ちなみに今回使っていくボールペンはこちら。ボールサイン ID の 0.5mm ピュアブラック、それから赤での解説をする際にはなかなか珍しい、普段あまり使わないんですけれども、パワータンクの 0.7mm、 これを使って解説をしていきたいと思います。それでは早速始めてまいりましょう。では一つ目から始めていきます。わかりやすく、そしてサクサク進めていきたいと思いますのでよろしくお願いします。では一番最初、三髄です。三髄に関しては頂点を結んだ時の形に注目です。このような形で浅い句のような形になるようにしていきましょう。それから今から説明する辺全般的に言えることなんですけれども、極端に作り側に線を引っ張らないということになります。三髄だけではなく他の辺も同様ですので覚えておきましょう。なぜそのようにするかというと、こちらに作りが出来上がりますよね。その作りの邪魔をしないようにするというところがポイントです。ここで壁があるようなイメージでここで止まってあげる、これを意識してください。もちろん最終の部分は字画につながるように意識をしてみてください。では行書書きたいと思います。行書もいろいろあるんですけれども、楷書寄りで書きやすいものということで、このような形、これをまずは覚えていきましょう。こちらに関しては一画省略できますよというところで、少しでも早く書きたい人はおすすめです。それから少しカーブを描いてあげる。この跳ねた後のこの線、次の作りの一画目につながる角度に跳ねていきましょう。続きまして木偏です。木偏に関しては大切なポイントがたくさんあります。まず美しく見せるためにというところで、先ほどと同じですね、壁を作ってあげるということは大前提といたしまして、この縦角の通る位置というのが大切になってきます。こことここの横線の割合が2対1もしくは3対1になるようにしましょう。こちらが2もしくは3、そしてこちらが1というような状況ですね。そのような形に組んであげることによって、漢字の美しく見せる方法である末広がりに書くための形の準備ができます。ですのでこのようにやってあげてください。それから左払いに関してですが、ついつい払い過ぎてしまう方多いんですけれども、おおよそこの左の脂質の部分と揃えてあげるぐらいに引っ張るぐらいの感覚で書くといいと思います。では行書いきましょう。行書に関しましては、こちらも先ほどの三髄と同様で一画省略という形になります。一画省略ですね。ここの形、ここから引っ張りすぎないようにしてあげてください。もちろんこちらも壁があるようにしてあげましょう。続きまして示す辺です。示す辺の大切なポイントは、まず点とこの2画目のところの空間をしっかりと開けてあげるということ。それからこちらの角度ですね。ここに注意するということです。それからここの組み方、ぶつかり方というか、中にぐーっと入り込んでしまうんではなくて、脂質を作ってこういう感じ、ここが交わるようなイメージで書いてあげるといいと思います。もちろんここはあまり出過ぎないようにというところは注意してください。そして示す辺に関しても字画の省略というところですけれども、しっかりと点まっすぐ降りて、こうですね。先ほどの木偏と少し似ていますよね。少し似ていると思います。似てるんですけれども、ここの線があります。横に行ってまっすぐ降りる。そしてこっち引っ張る。で、この角度で字画につなげる。このあたりをしっかりと意識していきましょう。続きまして言弁です。言弁も空間の取り方非常に大切です。まずこちら、この間ですね、きれいに開けてあげましょう。それから口の出る部分、こちらを意識する。そして一番大切なのが角度を同じようにしてあげる。ここはしっかりと意識していきましょう。そして言弁、崩し方ですが、これも
あまり崩しすぎない形で書きますね。今回はほぼ返し寄りの行書というイメージで書きます。はい。ここの字画一画省略ですね。画数を省略して上に上げた部分、ここがまた次の作りの一画目につながるようなイメージを持ってあげましょう。楷書と同じく空間の取り方は均等にしてあげてください。続きまして糸辺です。糸辺はここの出っ張りがないように気をつけるというところが一番のポイントです。そしてこれちょっとキュッと詰めるように書いてるんですけれども、これの行書今から書きます。これは一番もしかしたらこなれた感を出すことができるんじゃないかなと思うので、ぜひやってほしいんですけれども、1、2、3、4というような形、このように崩してあげます。もしくはこのような形でもいいと思います。いずれにせよですね、ここの部分が1もしくは1、2という形になってきます。さらにこの点の打ち方も画数を削減していきますので、早く字を書きたい方にとっては非常にいいかと思います。早くて綺麗な字を書ける、そのような崩し方ですね。ここしっかりと覚えていきましょう。そして草冠になります。草冠のポイントなんですけれども、頭をしっかりと出してあげましょうねということ。それからやや右側が上に上がるようにしてあげる。これがポイントです。小さな差を描くようなイメージで描いてあげるといいかと思います。そして草冠に関してですが、点、点、このような描き方、もしくはこのような形、こういう形で省略することができます。スピード感もありますし、字画の省略にもなりますので、早く書けますよというところをしっかりと覚えておいてください。続きまして、竹冠です。竹冠に関しても草冠同様に右側が上に上がるようにしていきましょう。そして竹に関しては崩し方といたしましては、1、2です。ここで長い部分をしっかり作って字画につながるように上げて受けて払うという形ですね。やってみてください。続きましてガンダレです。こちらはですね1、2という形が通常だと思うんですけれども、崩した場合というところでこういう感じですね。一角でも持っていくという形です。ちょっと外に開きすぎたかな。もう少し立ててあげてもいいと思うんですけど、いずれにせよ一角で持っていくという形です。しっかり覚えておいてください。続きまして針葉です。針葉のポイントに関してなんですけれども、ここがこのような形になるということと、しっかり上がる、降りる、そしてここのスペース作る、ここを一時停止する、この部分、それから空間を作る、こちらを意識していきます。では行書はどうなるのかというところなんですけれども、行書はですね基本的にまた字画につながるように跳ねて、角度がちょっと落ちるイメージですね。でここがっつり止まるよっていうよりは本当に軽くこう流す感じで持っていってあげるといいと思います。この角度の違いが一番大きいかなと思います。なぜその角度の違いが出るかというと、この一画目からしっかり受けるこの形を作るから角度が変わるというわけですね。はい、続きまして雨冠です。雨冠に関してはこちらがしっかり外側に向くようにするということ、ここのスペースを作るということ、点をしっかりと書いてあげるということ、これらが重要になってきます。結構ちょん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 と点ではなくてちょんと打ってしまう方が多いので気をつけてください。そして雨に関しては1、2、3、4、ここまでは一緒で、こっからですねこのような形で崩してあげるといいかと思います。省略ですね。そして冠です。これも一緒ですね。こちらにしっかりと持っていってあげるのと、このような形です。そして行書に関しては斜めに点を打ってこ
から受けてきて、このまま持っていってあげる。この動きをするといいかと思います。この流れを意識して持っていくという形ですね。ぜひやってみてください。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。かなりサクサク進みましたが、今回のようにですね、文字を早く書く上で行書っていうものをマスターしておくと、かなり画数も省略できて早く書けるんだろうなっていうのが、書いていなくても分かっていただけたんじゃないかなと思います。ぜひですね、しっかりとルールを覚えた崩し方、これを覚えていただくことによって、早く書いても綺麗に書ける、そのような文字を皆さん一緒に目指していきましょう。それでは今回の動画は以上になります。この動画良かったと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントいただけますと嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。